はい、オープンたわごとリリと一緒。かわいいです。リリゴン。ではリリゴンお菓子の時間です。はい、早速ね、質問クエスチョン、たわごと質問クエスチョン。私たちは価値観が変わることで、今まで欲しいと思っていたものが、また必要と信じていたものがもう欲しくなくなるということが多々起きますとマースさんはおっしゃいます。自我の安全のために、そのような同じ価値観を持った人に見せるために、ここちょっとポイントです。同じ価値観を持った人にしかね、自慢できないものね。何かこれが欲しいと思っている人たちに自慢するっていうことなんでしょうね。同じ価値観を持った人に見せるために、自慢するために、絶対に必要だと思った地位や名誉や権力や財力も良い自我なのだといった見せびらかしたかったものも、自我の終焉によって、劣等感の消滅によっていらなくなる。強いんだとかね、強いとか喧嘩とかそういうのの家のお子さんがいたとしたら、自分は強いんだぞって言わない、強いとこ見せないと、お父さんに怒られたりお母さんに怒られるなら強いとこ見せなきゃいけないですね。で突っ張ったりなんか一言言ってみたり、なんか強がるというのがね、自我の終焉によって、劣等感の消滅によっていらなくなるとはどのようなことなのでしょう。もうそのようなことですね。もう見事なぐらいこの方がおっしゃられている通りだと思うんですよ。今回もそういういろいろと、パンデミックだというようなね、家から出ないようなこととかね、何かうつるとかね、そうするとどこも行かない、危険だとね、食が危ないとかね、そうなってくると人間はみんなどこも行かなくなりますよね。どこも行かない、僕なんかも若い頃は青年実業家みたいな、大体青年実業家が欲しがるのは自家用ジェットとかね、船とか、決まってんですよね。豪邸とかね、別荘とかね。いりますかね、どこにも行かない人が。どこにも行かない人が必要でしょうか。だから今新たな青年実業家の人はそういうのいらないですよね。自転車でいいっていうね、僕の友人の経営者の息子たちはね、うちの娘もそうですけど、いらないです。お父さんはね、そういうのに憧れたりいると思ったりね、またこの方がおっしゃるように、いろんな劣等感から地位や名誉や権力、力ですね、財力、良い自我なのだ、良い自分なのだですねといった見せびらかしたかったもの、いると思ってたもの、それがね、権力や地位やね、そういう支配力とか、それが醜きものだと分かったら必要ですかね。人に勝るとか勝つとか、人を傷つけるとかね、優越するとか、うぬぼれるとか、醜いですよね。そういうことの醜さを気づいてしまった場合、人は変わります。今までいると思ってた、ちっちゃい時負けた、恥かいた、
バカにされた、差別されたという悲しみがね、今に見てろっていう自我のね戦いですね。ところが自我がないとか、またそういうのの腐敗性とか、そういうのの醜さとか、人を見下すとか、人に勝つとか、いじめるとか、そういうの嫌だなって思ったら、この方がおっしゃるように、その価値観が変わることでね、今まで勝ちたいとか偉くなりたいとかすごくなりたい両親から継いだものをね、いらなかったんだ。その僕の友人のかなり大きな会社の子供たち、みんな全員、男の子 3,4 人いるんだけど、全員自転車ですよ。あと継いでからもね、車乗りたくない。お父さんはね、なんかベントレーとかロールスロイスとか乗ってんのかな。そんなのいらないってね。僕も若い頃そういうのばっかり乗ってましたね。フェラーリとかね、アストンマーチンとかね。その車自体って素晴らしいと思うんでしょ。船だろうが車だろうが飛行機だろうが、また素晴らしい建築、それ自体は美ですからね。人に見せびらかすためだったり、人に勝つためじゃないですよね。見せる必要もない。要は自分が美しいな、綺麗だな、性能がいいなって、これ誰か見せびらかす必要ないですよね。でもそこで自分の劣等とか悲しみがあったら、どうだ俺はすごいんだぞ、この方良いこと言ってます、良い自我なのだ良い自我、私はいい自分なんだ、良い自我なのだといった見せびらかしたかったものってこと、劣等から見せびらかしたかったものなら醜いですよね。美しいアートも、美しいアートの車、美しいアートの船、建築ね、美しい別荘、見せびらかすためのものじゃない。俺はすごいんだぞ、偉いんだぞ、俺は勝ってんだぞ、醜いですね。悲しいですよね。そういう知識の果実、善悪の果実、いい悪いの果実、これはエデンを出る、エデンを出された、要は神の嫌うことですね。自己拡大、自己主張だから、決してね、船が悪いとかね、車が悪い、そういうこと言ってんじゃないですよ。それは素晴らしいですよ。アートとして、芸術として、性能としてね、テクノロジーとして素晴らしいですね。でもそれを自慢とか勝つためとか偉くなるためとか、馬鹿にされないため、笑われないため、もう惨めな思いしたくない、もうあんな村八分な、あんな馬鹿にされて、あんなね、あんな差別されて、そこから来たら台無しですね。だってそれは嘘だから。あなたは本当は美しい万物だから、美しい自然界だから、美しいね、自我じゃないから、あらゆる人がとてつもなく美しい素晴らしい人たちだったんだからね。なのに自我だと思い込み、自と他っていうのがあると思い込み、競争し、負けず嫌いになり、喧嘩になり、恨みになり、憎しみになったら台無しですよね。一体の本当のあなたが。そこから一言負けず嫌いのことを発する人がいますね。負けず嫌いの家に育って一言言うっていう人いますよね。悲しいですよね。負けらんないね。だからここではっきりさせておきたいのは、美しいもの、素晴らしいもの、テクノロジー的なもの、欲しい素晴らしいもの、それはいいと思うんですよ。だけどそれが劣等から来るね、それが自と他の分離、喧嘩、争い、憎しみ、恨み、劣等感、差別、支配と隷属ね、奪う、取る、
そういうところの恐れからそれを得たいと、地位や名誉やお金、全部素晴らしいものですよ。これが劣等から喧嘩から競争から恨みから憎しみから今に見てろじゃなければ素晴らしいものですね。力は素晴らしいものとなるんです。しかし力が劣等に絡んでくると、力がね、負けず嫌いや競争やそういう観念、この方が言う価値観ですね、価値観が喧嘩や争いになると、競争になると、自と他の比較になると台無しになってしまうんですね。素晴らしい音楽、素晴らしい芸術ね、素晴らしい能力、いいじゃないですか。人類のためになる、人々のためになる、みんなを癒すことにもなるね。美しいものを手に入れることはいいと思いますよ。だけどそれが自慢だったりうぬぼれだったり、人を痛めつけたりやっつけたりね、他の人をね傷つける、えばる、すごぶる、台無しです。そしてそれを神が嫌う。だからエデンを出されてしまう。この悲しみですね。どのようなことなのでしょう。そのようなことですね。同じものが美しいものから醜きものに変化する。価値観によって、劣等感によって、悔しさや傷によって、恨みによって、今に見てのによって、あらゆるものが腐敗する、あらゆるものが醜くなる。そしてその人の運というのかな、神に嫌われるメッセージが来る。自分に嫌われる、自分からもメッセージが来る。自分から叱られる、天からも叱られるね。気づけ気づけって、どうですか。損ですね。愛で生きるなら、一体で無我で生きるなら、自我の終焉で生きるならね、私などいない、私などいなかった。あらゆる恐れ苦しみは私がいなければ存在しません。私があるという、私がいるということ、この自我であらゆる苦しみが発生します。その自我が存在しないなら、あらゆる苦しみは消えていきます。あらゆる辛さね、あらゆる苦しみは消えて楽園となっていきます。だから私はこんな苦しいのはこれがないからだよ、あれがないからだよ、これがないからだよ。違いますね。あるからなんです。何が？自我が。私がいるから苦しいんです。今度ね、なんか苦しいな、なんか辛いなって思ったらね、私などいないってやってみてください。私がいないんだったら苦しくなんかなれないじゃないってね。私がいないから苦しさなんかなかったって消えていきますからね。あらゆる苦しさや辛さや、ね、怒り、すべて私があっての賜物です。でそれを分かった上でね、人生は生きていく、そんな風に感じます。はい、じゃあ今日はそういうことにしましょう。リリーいる？来たリリー。リリーこれお菓子好きだよね。はい。はい。ということでね、今日もたわごとばっかりのたまいましたね。たわごとリリーマスということで、お届けしました。それじゃあまたお会いしましょう。たわごとオープン終わり。さよなら。さよならリリー大好き。はい、みんなにバイバイって。はい、さよなら。さよなら。
letter from Isaiah will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.